しゃい。というわけで居酒屋開店でございます。今日はですね、あんまり皆さん興味がないものを作ってみようかなということで、でもとっても美味しいからお刺身にぴったりな煎り酒を作ります。煎り酒というのはですね、知らない方もいらっしゃると思いますが、お醤油がまだ世の中に普及していなかった時代にお醤油の代わりと言われていた調味料になりますね。梅干しとお酒で簡単にできますのでおすすめの調味料です。煎り酒材料ですね。お酒、梅干し、削り節、塩は梅干しの塩味によって変わるので、薄かったら、使ってくださいね。白身魚の調味料に非常にぴったりです。今日は鯛を使いますけど、ヒラメとか、東北の方であればソイとかですね、アイナメとかそういう淡白なお魚にねぴったりと合いますね。あとはきゅうりとかね、野菜の和え物に使っても美味しいですね。では作っていきます。ではまずお酒入れます。で梅干しを種から外した状態で入れていきますね。できれば蜂蜜風味とか最近甘いのあると思うんですけど、甘くない方が本当はいいです。なかなかちょっと手に入りづらいですよね。梅干しが入ったら火つけていきます。でこの時に沸騰するまではまだ大丈夫なんですけど、沸騰するとこの蒸気は当然アルコールなわけですよね。ここに火回ってついちゃうんですよ。その火つかないように気をつける。居酒屋とかにもあったりするんですか？居酒屋はないかもしれないですけど、小料理屋とかあるんじゃないですかね。あるところがね。はい、沸いてきました。そしたら弱火にしていきます。一回沸騰したらコトコトと5分ぐらい煮ていきます。その過程で梅干しを潰していく感じかな。で作り方は多分個人差あるというか考え方あると思うんですけど、この梅の風味だけで酒に切って出すところもあると思います。で大体でも昆布入れるかかつお入れるかだしを加えてうまみ入れて梅の香りのする調味料にするところが多いとは思うんですけど、あとはその裏ごしするかどうかですね。梅肉が入っていて最後こすんですけど、お酢と要は梅肉がちょっととろけ出すじゃないですか。そうすると粘度のある煎り酒になる。そしたら一回味見をしてしっかりアルコールが飛んでるかどうか確認します。飛んでる。ここで最後に鰹節入れてで火止める。で味見して塩味が薄いようだったらちょっとお塩溶かして、でこのまま室温に下がるぐらいまで置いておきます。で冷めたのでこしていきます。こす時にこういうちょっとなんか粗い目の網使ってこしていくと、さっきお伝えしたように梅肉がしっかり落ちる。で落としたくなかったらここにキッチンペーパー引いて入れて押し出しながら絞っていく。で僕は梅肉入れた方が美味しいと思うので、入れたらこしていく。こんぐらい残した方がいいかな。完全に潰すこともできるんですけど、そうすると全部入っちゃって鰹節も入ってるんでね。あとそこに溜まっている梅肉を落として、これで煎り酒完成ですね。じゃあ煎り酒できたところでお刺身切っていきますかね。簡単につまだとしてちょっと薄めかな。このぐらいですかね。あとはわさびとネギを添えて、で最後に煎り酒、梅肉沈殿しやすいのでちょっと混ぜて、これを手塩皿に入れると、はい完成です。では煎り酒、いただきます。つけますとたっぷりとつけてね、いただきます。なんと大人の味なんでしょう。やっぱ酒だよね。これは日本酒ですわ。なんとも言えないこう地味深い味っていう感じでしょうかね。本当に再生回数が伸びない気がしますけど、もう僕はそれでもいいかなと思ってます。興味のある方だけ作ってみてください。白身魚に煎り酒、いつもと変わったお刺身を楽しみましょう。